こんにちは、こんばんは。グラシと申します。ご視聴ありがとうございます。こちらの動画は、ホロタクティクス同調のハイベイシャを攻略した動画になります。ハイベイシャからの解説被弾ダメージは0回となっております。その時のステータスやその時のプレイ動画も使って解説している動画もありますので、よかったら、最後までご覧になってください。プレイ動画に行く前にですね、ただ、お見せするだけじゃ、申し訳ないので、一つね、問題を出してみようかなと思います。これからね、流れるプレイ動画のクリアするまでにかかった、クリアタイムをね、予想してみてもらえたらなと思います。少しはね、面白くなるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、どれくらいで倒せたのかをね、クリアタイムを予想してご覧になってもらえたらなと思います。それでは、プレイ動画をご覧ください。進化をお見せします。任せてください。よっと。私の後ろに大フレンゲ。行くぞ。俺の番だ。この力使わせてもらう。花よ。大きくなれ。進化をお見せします。行くぞ。影に溶ける。これも音の力だ。甘い。静寂に沈め。任せてください。行くぞ。見切った。未来のために幕開けだ。影に溶ける。静まれ。行こう。花よ。進化をお見せします。は行くぞ。未来のために。甘い。行こう。静寂に沈め。私の後ろに軽減せし監獄よ。こっちまだいける。行くぞ。ここは冷静に。チャンスはあるはず。甘い。
ここはで私の後ろにその枷を解き放て。呼吸の線。行くぞ。チャンスはあるはず。消え去れ。行こう。甘い。花よ。新規なたばこの時間ですよ。行く。影に溶ける。静寂に沈め。行こう。私の後ろに。どうしたの？軽減せし監獄よ。行くぞ。それでは、ステータス紹介に入ります。さっとね、説明しちゃいます。ブリーナは、変わり映えはないので、確認だけですね。共鳴効率とか体力はこんな感じです。で、次、漂白者ですね。だいたいクリティカル57と、クリダメが232。本当はね、250ぐらいにはしたい。本当はね、250かぐらいはちょっとする予定ですけど、ちょっとまだまだですね。で、だいたいこんな感じで、変わり映えはないですね。で、参加ですね。育てました。とりあえずは。一応クリティカルは低いんですけど、クリダメ、216ラインは一応行きましたね。で、オーバーチュアで、行きました。もともとはね、変装スキル発動時に攻撃力 30% アップの装備をつけていたんですが、もうちょっとやっぱ回転率が高くないとなと思いまして、オーバーチュアに変えました。ね、見せてますね、動画で。後から声入れてるんで。やっぱ強心度をね、早めに削っていかないといけないので、オーバーチュアにしました。で、音階がこんな感じですね。まだね、ちょっと厳選途中です。けど、結構近い感じですよね。共鳴解放ダメージが、ついてるっていう。こんな感じでもいいんじゃないかなーって思いますけどね。とりあえずは、こんな感じです。ステータス紹介を終わります。引き続き、スローモーションのね、動画に、解説を入れていますので、よかったら見ていってください。それでは、ご覧ください。プレイ動画ご視聴お疲れ様です。クリアタイム予想、的中したでしょうか？そこまでね、ここまでやらなくていいんでしょうけど、やり込みとしてね、やってみました。自分のプレイ動画になりますが、それを見ながらね、解説していこうかなと思います。気になるところだけでもね、いいので飛ばしてね、ちょこちょこ、見ながらでもいいですし、見てみるとね、案外、そんな方法かっていうのがね、あるかもしれないので、ぜひね、気になったところをね、見ていってください。それではね、解説をね、始めていこうかなと思います。まずね、冒頭は、攻撃というよりは、強心臓ゲージを、毎回言っていますがね、初回はとにかく削っていきます。でですね、この最初のこのパリー判定なんですけど、こちらですね、何度も
パリしようとしたんですよ。練習中に。でも、なぜかしら、パリできないんですよ。もう間違いなくこのタイミングで、入れ替わって、パリしようとしたのに、逆にダメージ食らうんですね。おそらく、まあ、最初なので、なんと言いますかね、そういう仕様と言いますか、まあ、もしかしたらちょっと、エラーかななんかちょっと、まんまね、好きなゲームで、言いたくないんですけど、ちょっとバグなのかなっていう、なんか印象ですね。なんかね、判定がなんか、パリになんないんですよ。ダメージは入るんですけど。まあ、なので、諦めました。なので、回避してます。で、強振動ゲージを削りに入って、こうね、入れ替えていきます。入れ替えるのがね、早いでしょ。で、避けるって、ね、遅くしてね。これだけでも断然見やすいですよね。ここで回避して、で、次ね、来るんですけど、これがね、発射の合図が、このね、赤くなるんですよ。これ、今の、ここ。これが見えたら、まあ一瞬ですけどね。今スローにしてるんではっきり見えてますけど。これが見えたら、回避ボタン、してください。案外あれ避けきれないんですよね。難しいです。あれば。で、ここですね。で、ここでパリしてましたね。ここでパリしてます。で、ここを、パリし忘れると、どうなるかと言いますと、プレイ動画から切り替わります。今これパリ判定のとこだったんですけど、そこをあえて回避しました。そうするとですね、こういう攻撃になりまして、こういう風に、ホーミングの攻撃をしてくるんですよ。こちらがですね、もう避けるだけになってしまって、タイムロスですよね。まずこれが1種類目です。自分が気になったところは。こちら、ついでにですね、これプレイ動画に出てこなかったやつです。これが、バーってくるんですけど、これも、ここでパリするタイミングですね。で、これを逃すと、また戻ってきます。で、ここも一応パリ判定な部分なんですけど、ここをやらないとですね、まあ、ちょっと溜まりまして、こう突っ込んでくる。まあ、これもまあタイムロスですよね。で、プレイ動画に戻ります。まあ、ちょっと忙しくて申し訳ないです。で、こちらプレイ動画に戻ってきまして、削っていきます。で、ここで、入れ替われば、強振動破壊できるので、回避してから貯めて漂白者に変わります。で、なぜ、こんなにね急いで、強振動破壊、ね、白いゲージを、ゼロにしようとしたかですね、こちらをね、わざと、白いゲージを残しまして、そうするとですね、旋回いたしまして、でちょっと左下旋回の部分なんですけど、ちょっと敵を画面にロックオンする設定をしていまして、ハイベーシャをね、追いかけるんですよ、カメラが。なので、結構ね、左下の動画を見るとわかるんですけど、結構ぐるーってね、なるんですよ。目回すってかね、気分悪くさせたくないなと思ったんで、大きいこの画面上では、ちょっとカットしています。こちらの後ですね、レーザーがバーって来て、で、その後に先ほど来たホーミングの攻撃が来て、で、その後にこう来ると。で、ここまでね、3種類あったと思うんですけど、全部、トータルで45秒ぐらいロスになります。なので、各、パリ判定ね、できるだけパリした方がいいかなと思います。で、そして、こちらの、
ね、長時間、レーザーから来て、フォーミングの、これを阻止したいべく、急ぎ足で、強振動をブレイクしてたって感じですね。で、こちらですね。この、まあ、よく耳を澄ますと、わかるんですけど、このね、なんか、チュルルルルみたいな、なんかね、音が聞こえるんですよ。まあ、多分聞こえたかなと思うんですけど、このチュルルルみたいなっていうのを聞いてから、攻撃してから、まあ、回避。まあ、この動画ではしてますね。で、こちらはね、上、まあ見てるんですけど、これはね、ふざけてるわけじゃなくて、方向ですね。落ちてくる方向。上側なのか、この画面上で見て、右側なのか、下側なのか、この画面で見たらね、が分かりやすいなと思って。で、今これ、後ろなので、こっち方面だなと思って、カメラをね、向けたって感じですね。で、できるだけ不協和破壊は、このタイミングで、やれたらいいかなと思います。で、こちらですね。これがね、結構避けきれなかったりするんですよね。まあ、こう離れたら、もう遠距離攻撃なので、斬撃もしくは、キャノンかな、キャノン砲でいいのかな。で避けまして、で、こう、スライディングじゃないな。なんか足をね、滑らして、これ、あれが予備動作なんですけど、今スローにしてるんでね、わかりやすいですけど、こうスーッと来てから、近づいてくるときに、こう、スーッと来るので、これが攻撃の合図ですね。なので、回避、準備しまして、で、連続で来るので、回避連続ですね。回避して、で、こちらですね。これが、ほんと予備動作がほんとなくて、続けて攻撃してくるので、まあ、連撃の一種なんですけど、まあ、フィニッシュ技ですよね。このね、エフェクトがなくなったらですね、この合図で回避。でこれ、普通の速さですね。わかんないですよね。で、ここでパリをして削りますと。で、こちらですね。このシールドが食らうと、画面のね、下に見えると思うんですけど、赤い矢印がね、下の矢印があると思うんですけど、これがついちゃうんですよ。なので、まあ、ちょっとこれは受けた攻撃判定になるのかな、どうなのかなって思っております。で、次ですね。ここでパリ判定のが来たので、パリしました。今のそのシールドの後に必ずこのパリ判定が来るとは限らないので、そこは注意です。連動してバリアが出てきたら、それと連動して何かしらハイベイシャを攻撃してくるので、注意しましょう。で、削っていきまして、こちらですね。これなんですけど、これ今スローにしてますね。まあ、漂白者がね、ここまでまあ適任なのかっていう自分でも驚きましたけど。まあ、ソードかな。剣をね、長い剣を出してきたら合図なんですけど、まあ、早いんでね。で、攻撃して、で、次攻撃して、で、攻撃しながら、ね、進んでって、で、ここでパリですね。まあ、なので、まあ、キャラクターによって、3回までとか、4回までとかあるじゃないですか。だいたい5回ぐらいかなと思うんですけど、まあ、5回連続で攻撃できるキャラがいいんじゃないかなと思いますね。ここは。
もしね、こういう形でクリアするのであれば、ここで1、2回で3で押して、で、次4攻撃押してますね。で、5ですね。で、次は前半攻撃なので、回避ですね。で、こちらのそのハイベイ社、まあ分身といいますか、孤立してまして、1対1対なんですね。なので、1番目来た時に、回避して、後半なんで避けてるんですけど、前半、例えば1体目攻撃して、2体目に回避したら、後半は逆になります。なので、1体目は回避して、2体目は攻撃しないといけないんですよ。なので、バラバラにすると、わけわかんなくなっちゃうんで、前半は回避だけ、後半は攻撃だけ、まあ、パリするだけで決めて、臨んでください。なので、今、回避だけ今してます。で、ここですね。ここが、合図がですね、この、音ですよね。速くてもダメで、こんな感じですよね。まあね、もう分かったでしょ。もう今ので多分、なるほどって思ったでしょ。多分もう避けれると思います。で、削りまして、で、止めて、で、回避して、これ予備動作をね、よく見てね。で、こちらの攻撃ですね。これスローにしてあります。攻撃するときに1回転するんですよ。くるっとするんですね。で、回避ですね。で、こちらですね。この攻撃がチャージしてるんでしょうけど、あまりにも短すぎます。もうすぐ来るんでね。で、ダーッと来て、落ちてくると。もうチャージ弾なのかなこれはね。こう、ドーンってくるんで、まあ今スローにしてますからね。まあこんな遅くても逆にやりにくいですけど。で、こちらですね。これはね、こういう模様が画面に出てくるんで、そうしたら回避ボタンですね。で、今回これは、共鳴解放を使ってます。で、削っていきまして、早送りしてます。で、離れまして、で、また来るので、これも回避で、で、回避して、回避で、で、タイムロスになりそうと思ったんで、ここで使いました。で、こちらが来るので、でも回避して、ここですね。で、様子を見ながら、で、ここで入れ替わって、パリと。で、かわしつつ、使って、回避していきます。で、また入れ替わって、で、反撃と。で、受けて、で、こちらですね。こう来て、
これはね、さっきと同じ技なので、スローはしてます。で、これで回避ですね。で、強振動を削りに行ってます。で、こちらの今攻撃なんですけど、パリーしても、ひるまない攻撃があります。なので、必ずしもパリーしなきゃいけないかって言ったら、まあ、回避を選んだ方がいいかなっていう場合もありますね。でこのね、後ろ回り込む攻撃があるんですけど、この後ろに回ってくる攻撃はパリーしても後ろに回り込んでくるんで、この今みたいに。なので、この攻撃が来る前の攻撃がこのパリーのやつなんですよ。で、これは今回避してますけど、まあ、パリーしてももちろんね、強振動は削れますけど、これはね、ひるまないタイプなんですよ。で、これになって、落ちてくると。で、一応ね、これ、外れたかなと思ったんですけど、一応強振動は削れてます。で、一応ダメージも入ってますね。で、回避して、で、収束スキルをために入ってます。で、溜まったので、回避してから、使うと。で、終わりですね。まあ、こんな感じでした。いやー、長かったよ。ここまでなるのに。ここまでご視聴ありがとうございました。それでは、エンディングトークに行きます。ここまでご視聴ありがとうございます。エンディングトークなんですが、まあこんなね、自分のようなね、話を聞くよりは、ハイベーシャと戦って攻略する時間にしてください。まあ、ただね、プレイ動画を終えてすぐご視聴ありがとうございましただと、なんか寂しいなと思ってしまったので、エンディングを流して終わろうかなと思ってしまったって感じですね。それではね、ご視聴ありがとうございました。